こんにちは、ミッキーです。今回は熊本県人吉球磨完全攻略12選です。熊本県の最南部に位置していて、球磨川が市内を流れる水の町人吉。この地域は球磨焼酎の産地として知られていまして、28もの焼酎蔵が点在しています。相良市が約700年間当時した歴史があり、国宝の葵阿蘇神社をはじめ歴史的建造物が魅力。球磨川は日本最大急流の一つにも数えられていまして、そこも見どころの一つです。数年前に水害があって町は復興の途中でありますけれども、魅力もたくさん。ぜひこの機会に確認いただいて、まだ知らない人吉の世界に触れてみてほしいです。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。さて、今回のルートは羽田空港から鹿児島空港を経由して人吉インターチェンジへ。スカイマークの朝の便を利用しました。往復2名分で 17,700 円とお手頃価格も嬉しいポイントです。鹿児島空港に着いたら高速バス霧島号にて人吉へ。鹿児島熊本線を走るこのバスで人吉インターチェンジまで約50分の旅です。そんな高速バス霧島号は1人1,800円。乗車時に支払う前払い制で現金決済、小銭か1000円札を準備することを忘れないようにしてください。前日までにウェブ予約を済ませておくのがおすすめですけれども、到着時刻が読めないときは空港に着いてから電話で予約するのも OK。この日も空港到着後電話で予約して乗車しました。さて、人吉インターチェンジに到着したらいよいよ人吉市街へ。人吉インターチェンジからは歩いてたどり着くことになるかと思うんですけども、その道中もぜひ楽しみにしてほしいです。さて、まずご紹介します見どころは葵阿蘇神社。境内入り口には大きな鳥居と蓮池がありまして、そこにかかる朱塗りのアーチ橋、禊橋を渡って参拝します。禊橋を渡る行為には身を清める意味がありまして、穏やかな源朱色の橋が旅人を迎えてくれます。熊本県人吉市の中心部にありますこちらの神社、 JR 人吉駅から徒歩5分。先ほどご紹介した九州自動車道人吉インターチェンジから車で約10分とアクセスも良好です。徒歩だと人吉インターチェンジから約40分程度ですけども、歩けない距離ではありません。熊本県内で唯一の国宝建造物でありますこちら葵阿蘇神社。人吉観光の動線上で気軽に立ち寄れる名所として多くの旅行者が訪れる場所です。さて、そんな葵阿蘇神社ですけれども、地元では親しみを込めて葵さんと呼ばれています。名称に阿蘇とある通り、阿蘇神社の御分霊を祀ったことに由来します。一方で境内には葵稲荷神社と称しますこちらの稲荷神社もありまして、鳥居の朱色から神社全体を葵稲荷神社と呼ぶ人もいます。そんな葵阿蘇神社の創建は平安時代初期、約806年頃です。阿蘇山麓の阿蘇神社から神々を迎え入れ、人吉球磨地方の開拓守護神として祀られたのが始まり、それ以来1200年以上にわたり地域の総鎮守として信仰を集め、中世以降は人吉城主相良氏の氏神として厚い尊敬を受けています。そんな葵阿蘇神社の見どころは何といっても国宝に指定された社殿建築群。現在も残ります本殿、楼、幣殿、拝殿、楼門の5棟は江戸時代初期の慶長15年1610年から1613年にかけて当時の藩主相良長常公によって一連に造営されました。すべて同時期に建てられた社殿がまとまっている例は全国的にも貴重。完成度の高さも相まって2008年に国宝に指定されています。ちなみに熊本県内の建造物としては初の国宝指定でありまして、かやぶきの社寺建築としても全国初の国宝となっています。厚い檜皮色のかやぶき屋根をいただく荘厳な社殿群は人吉球磨地方を代表する文化遺産としても保存されています。社殿群は安土桃山時代の華やかな衣装と中世球磨地方ならではの独自色が融合した建築様式。
全体的に黒漆のりを基調とし、細部の木組みに朱漆、彫刻等には極彩色を施す桃山様式で建造されています。特に屋根は塔が高く、急勾配のかやぶきとする点が大きな特徴で、重厚な黒と赤のコントラストが目を引きます。鎌倉時代から明治維新まで約700年もの間、相良氏がこの地を治め続けた歴史の中で、葵阿蘇神社は地域の精神的支柱として位置づけられています。さて、ここで腹ごしらえ。今回ご紹介しますのは、人吉市街地で昼食に立ち寄りました松田うなぎ屋。実は人吉インターチェンジに到着後、初めに向かったのがこちらのお店だったんですけども、人気店のようでお店で記名して1時間待ちだったとのこと。そんな待ち時間を使いつつ、先ほどの葵阿蘇神社に行ってきました。葵阿蘇神社から約15分程度と距離が近いのも魅力の一つです。なお、待ち時間の間、葵阿蘇神社を訪問したとしても、呼び出しの際には電話していただくことができますので、その点も安心です。店内にはご覧のようにテーブル席と座敷席がありまして、一人での利用から複数人まで対応できる作りになっています。昼の時間帯は順番を待つお客さんもいまして、食事時は混み合うようでした。そんな松田うなぎ屋は人吉でうなぎの店として知られている名店。今回訪問しました人吉は球磨川水系に囲まれ、地下水にも恵まれた地域です。こうした環境からうなぎ料理は古くから人吉の名物料理の一つとして親しまれています。市内には複数のうなぎ屋さんがあるんですけども、その中の一軒がこちら松田うなぎ屋です。今回はうなぎ丼の上を注文しています。お腹が空いていたということもありまして、上でもペロリといただくことができました。なので普段から結構食べる方は上ではなくて特上を注文するのもいいかもしれません。なお、うなぎは注文後から丁寧に調理するスタイル。提供までは少しかかったんですけども、満足感高くいただくことができました。表面には焼き色がつき、身には厚みが、タレは全体にかけられていまして、ご飯とうなぎの両方に行き当たっています。さて、松田うなぎ屋で昼食を済ませた後、人吉市街を歩いて向かったのがこちら、浅場コーヒー。浅場コーヒーは熊本県人吉にあるカフェで、JR 人吉駅から徒歩およそ8分から10分の立地にあります。先ほどご紹介しました葵阿蘇神社からも近いです。こちらのカフェは2023年5月にオープン。運営は熊本市を拠点にロースタリー&カフェを展開する企業のプロデュースによるもので、街並みに馴染む和風建築を生かした店舗デザインになっています。店構えは木造建築をリノベーションした趣のある外観。柱や梁、欄間などには古材が活用され、歴史ある人吉の街並みと溶け込むような作りとなっています。店内はご覧のような黒を基調としたシンプルで開放感のあるモダンな空間。1階に加えて2階の席がありまして、カウンター席やテーブル席、窓際の畳スペースなど多様な居場所が用意されています。2階には天井付近に人吉の伝統工芸品木地馬をモチーフにした照明が配置されまして、吹き抜けを通じて1階からも見上げることができる設計です。中庭には人吉市のシンボルである梅の木が植えられまして、オープンなベンチ席が設置。人々が気軽に休憩できるようなスペースもあります。さて、そんな浅場コーヒー。自家焙煎のコーヒー豆を使ったドリンクを中心にご提供。スペシャリティランクのコーヒー豆を使用したドリンクが人気で、ドリップコーヒーやエスプレッソ系のメニューがあります。ブラックコーヒーはもちろんのこと、ラテ系の飲み物も用意されていまして、好みや気分に合わせて選ぶことができます。コーヒー豆の販売パッケージも美しかったですし、コーヒー豆自体もシングルオリジンなど様々用意されていましたので、ご自宅用に購入するのもいいかもしれません。そんな浅場コーヒーさんで今回はドリンク2種と甘味を1種注文しました。まずは店名を冠した浅場コーヒー。こちらはラテの上に焼き目をつけたマシュマロが串に刺さった状態で乗せられています。ガラスのカップに注がれたラテは木製のマスに収められて提供されるスタイル。そして右の隣に並んでいるのがマロンクリームラテ。こちらも同じく木製のマスに収められ、クリームの上に栗が一粒乗せられています。そして手前は甘味としていただきました虎もなか。虎の形を模したもなかで、中にはあんが入っています。
この地域行ってみたいと思っても情報量が多すぎて迷うことありませんか？このチャンネルでは実際に足を運んで体験したリアルな視点から観光や施設の魅力を丁寧にご紹介していきます。観光 PR や施設紹介、店舗紹介のご相談は概要欄のリンクからお気軽にどうぞ。それではこの後の店舗紹介もぜひ楽しみにしてください。さて、ここからは今回宿泊した宿のご紹介。人吉温泉郷の中でも都市型×文化拠点型に分類される宿、鮎の里。人吉球磨の文化、食、酒を集約して展示する拠点としてその魅力を幅広く伝えています。眼下を流れる球磨川と盆地がもたらす絶景。近くには国宝葵阿蘇神社。対岸には12世紀から700年間この地を治めてきた相良氏の歴史と文化の象徴、人吉城址が望める。この恵まれた場所で誕生した一軒の小さな温泉宿、鮎里旅館を原点に今もなお人吉に根付く人気旅館です。創業者が掘り当てた鮎里源泉の優しい湯、大自然と一体になれる天空の湯と露天風呂、丸々と育った鮎と旬の地元食材を生かした料理、一献また一献と奥深い世界へと誘われる熊焼酎、心の安らぎが生まれるマモダンの落ち着いた作り、自然の鼓動を感じながら迎える深い眠り。それらたくさんの魅力とともに宿泊者に心の贅沢と極上の癒しを提供してくれます。入り口付近のラウンジ天の川、こちらは鮎の里でも最も印象的だと言える空間。ここでは8時から20時までウェルカムドリンクを楽しむことができます。このゆったりとした空間の中で人吉の空気を感じることができます。さて、今映していますのは1階のロビーに書かれています災害の爪痕。こちらは浸水した際の水位の高さを示す印になっています。2020年の球磨川豪雨以降、被災地という文脈で語られがちな人吉。観光の回復が大きな課題となっていましたが、その中でも鮎の里は被災前からのブランドを維持。外部から人を呼び戻す入り口として機能し、行政や観光関係者からの信頼も厚い宿として知られています。今映しています地下1階のギャラリーでは災害から復興までの様子も紹介されていまして、当時の凄まじさと営業再開までの足跡を巡れます。そんな鮎の里において今回宿泊したのがスパスイート和モダン。大人2名で1泊74,000円のプランです。このスパスイート和モダンにたどり着くまでのエレベーターを出た後の空間も魅力的になっていますので、ぜひご覧いただければと思います。さて、今回宿泊しましたスパスイート和モダン。こちらの客室は鮎の里の中でも上位グレードに位置づけられている部屋のタイプ。記念日や特別な滞在向けの客室として案内されています。室内には温泉露天風呂がついていまして、畳の空間にシモンズベッドを2台備えた50平米の和モダンルーム。バルコニーにはくつろぎの空間と温泉を直接引いた露天風呂がありまして、プライベートで温泉や球磨川の自然豊かな景色を思う存分楽しむことができます。シャワーも室外に完備。客室はソファー、テーブルのあるリビング付きです。また、この客室の大きな特徴が自家源泉の露天風呂がついている点。客室専用の露天風呂で鮎の里が持つ自家源泉の温泉を楽しむことができます。基本は 1,2 名での利用になるんですけども、3名での利用も可能。ツインベッドの足元のスペースにエキストラベッドを配置して実現可能とのことです。客室は和の要素を取り入れた和モダンデザインで統一。落ち着いた色調の内装で洋の要素と和の要素を組み合わせた作りです。また、こちらは宿泊特典である防水加工された和柄ポーチ。アメニティも充実していまして、アメニティには女性に嬉しいタルゴジャパンを採用しているようです。また、客室内には網状のバッグも用意されていまして、こちらは持ち帰りは NG なんですけども、館内の大浴場へ向かう際に使えるような便利なものになっていました。観覧着と合わせて使うことで、客室から大浴場までを身軽に移動できる備品構成になっています。また、浴衣や羽織などの館内着も完備。館内移動やお食事の際も客室の館内着で過ごすことができます。
後でご紹介しますけれども、大浴場も充実していますし、先ほどご紹介したような露天風呂でも過ごすことができますので、家族構成だったりとか訪問プランに応じてぜひ両方楽しんでいただければと思います。また今回はあまり天気が良くなかったんですけども、天気が良い場合には素敵な景色を眺めながら露天風呂を楽しむことができる、そんな点もお勧めできるような要素なのかなと思います。さてもう一つ、鮎の里には館内共用施設として天空のテラスが設けられています。眼下を流れる球磨川と盆地がもたらす絶景。対岸には12世紀から700年間この地を治めてきた相良氏の歴史と文化の象徴、人吉城主が望めるような空間です。日本で一番豊かな隠れ里とも言われる球磨人吉を堪能できます。続いては1階ロビーの奥に佇みます球磨焼酎ラウンジについて。ここは人吉球磨が誇る世界ブランド球磨焼酎をゆったりと楽しめるとっておきの空間です。チェックイン時刻の3時から21時まで利用できる空間なので、夕食の時間を踏まえつつぜひ利用してみてほしいです。今回の宿泊では19時からの夕食にしていましたので、チェックインをしてから夕食までの間に楽しむことにしました。こちらはおすすめの銘柄を自由にテイスティングできるような空間。お気に入りの一杯がきっと見つかるはずになっていますし、球磨焼酎について詳しい説明だったりとか、その資料も眺めることができますので、ぜひその世界観に触れてみてほしいです。実は球磨焼酎はコニャックやボルドーワインと肩を並べるような産地故障が認められた本格焼酎ブランド。1995年に人吉球磨で作られる米焼酎が国税庁の地理的表示の産地検定を受け、以来良質な米と水へのこだわりが世界的な名手へと育て上げています。人吉球磨地域には27の蔵元がありまして、その個性豊かな銘柄は合わせてなんと200種類以上。芳醇な香りと深いコク、多彩な味のバリエーションはまさに焼酎のワンダーランド。ラウンジでゆっくりとその魅力を堪能してみてほしいです。さてここからは夕食の様子をお届け。夕食はもちろん鮎の里館内で。献立は人吉球磨の季節の食材を使用した和洋折衷の懐石料理。豊かな自然が育む球磨川の恵みと人吉盆地の寒暖差が生み出す滋味あふれる食材の数々。人吉球磨はまさに美食の楽園です。それぞれの食材が持つ個性豊かな味わいを最大限に引き出すこと、そんな料理の本質を捉え提供してくれます。献立はあらかじめ固定された内容ではなく、その日の仕入れや季節の状態に合わせて構成される懐石料理。そのため同じ時期に訪れても料理の内容が少しずつ異なるのも特徴です。またその信念を忘れないために、スタッフ自ら田んぼに足を踏み入れ米作りも実施。熊本が誇る名水最賀の水源で生まれた米を同じ水で炊き上げ、米本来の旨味を余すことなく味わえます。さてドリンクは別途ご注文。まずは姫茶コーディアルのグリーンティーを注文しています。また食前酒として梅&紅茶のお酒も提供があります。もう一つ注文しましたのは球磨焼酎の炭酸割り。せっかくなので球磨焼酎の魅力にも触れています。さてここからはコースのご紹介。はじめに前菜、熊本ナスのババロア、ズワイガニとアスパラキャビア、はぎ豆腐アワビインゲン、わさびマヨネーズイチジクごまクリームになっています。野菜、魚介、豆腐料理を組み合わせた前菜で、甘み、酸味、コクの異なる要素が一皿ずつ配置されています。提供される食器に関しましてもこだわりが詰まっていますので、ぜひその見た目も含めて味わってみてほしいです。続いてお吸い物。この日はかぼちゃのポタージュスープが提供されました。和の献立の中に洋の要素を取り入れた一皿。懐石全体の流れに変化を持たせるような役割も担っているようでした。続いてはお作り。お作りは3種類。霧島サーモン、一口握り、そして馬刺しの手まり寿司です。続いては揚げ物。鮎と旬野菜オリジナルブレンド油の天ぷらです。清流で育った鮎と旬の野菜を天ぷらで仕上げた一皿。鮎は骨まで食べられるよう仕上げされています。青さのりの塩で味付けしつつさっぱりといただくことができました。またお口直しとしてデコポンの梅ゼリーも提供。天ぷらを楽しみつつ酸味を効かせた一品で、ここまでの料理の余韻を整えるような役割を担っています。続いては煮物として提供いただきましたナスのリューズ
通称がんもどき。出汁を含ませた優しい味付けで野菜の旨味が引き立つような一皿になっていました。そしてシー魚は鹿児島県産の黒毛和牛の焼きすき。濃すぎない味付けで懐石の流れの中でも重たくなりすぎないような構成になっていました。そして締めの前にもう一杯ずつドリンクを。こちらは九州丸ごと搾りデコポン果汁 100%。さらに甘夏を使ったノンアルコールカクテルも注文しています。もちろん一般的なメニューも豊富なんですけども、せっかくなので熊本の人吉だからこそ楽しめるようなそんなメニューを頼んでいただくと思い出にも残るかなと思います。そして食事の締めとしてはご飯物。鯛めし茶漬けに香の物として人吉産の木の竹、つまりキノコを使った4種盛りを添えつつ、地元食材を使ったご飯と香の物で最後まで人吉熊らしさを意識した構成になっていました。そして甘味は本日のデザートとして栗とモンブランの添えられたプリンをいただいています。さらに緑茶も添えつつ最後まで満足感たっぷりな構成になっていました。ちなみにこちらの愛の里ではサプライズ系にもご対応。この日も妻の誕生日だったのでケーキのサプライズメニューの追加だったりとか、あとはお花も注文させていただきました。冒頭でご紹介した通りおもてなしに定評があるこちらの愛の里。夕食時に関しましてもこういったおもてなしが十分にされて満足感たっぷりでした。さて夕食の後は大浴場へ移動。大浴場は3階が女性、5階が男性で分かれています。こちらは3階の様子。3階にある山並みの湯屋はスキヤデザインの湯どころで開放感あふれる湯あみを楽しむことができます。こちらが5階。5階は蔵の湯田。人吉城の壁をイメージした作りになっています。3種の湯たりが楽しめる露天風呂が自慢で、大浴場前に広がる人吉城址と清流球磨川を眺めつつ雰囲気のある空間を楽しむことができます。そしてこちらは朝食の様子。朝食も人吉熊の季節の食材をふんだんに使った数種類の小鉢などで構成されています。お目覚めの一杯は熊本産のみかんジュース。地元産の果物を使った特製ジュースで朝のスタートに合わせた一杯として提供されています。もう一つ今映しています印象的な汁物はそば団子汁。人吉の郷土料理そば団子汁を熊の牛乳仕立てにアレンジしたオリジナル一品になっています。少し時間を経って起き立った後にいただくことができます。デザートとしては熊の恵みヨーグルト。他にも様々なメニューが小鉢として提供されています。軽くご紹介しますと、熊川大鱒牛肉のしぐれ煮、主菜として位置づけられる一皿で朝食でありながら食べ応えのある構成です。他には茶碗蒸しとして青さのリアン仕立てだったりとか、小鉢として甘露煮なども提供されていました。さてこちらが先ほどご紹介していましたそば団子汁。映像からもミルク感が伝わると思うんですけども、平べったいそば団子の食感も合わせて楽しんでいただくと、その郷土料理らしさも感じることができます。さてこの後小鉢系が運ばれてきまして朝食がスタート。こんな感じで様々なメニューを少しずついただくことができますので、ご飯に添えつついろいろといただいてみてほしいです。ご飯につきましても冒頭で軽く触れたんですけども、愛の里の契約農家より提供される白ご飯。人吉熊の麓に位置する最賀野水源の水と土壌で育てられたお米で、同じ水源の水で炊き上げることで美味しさが増すと言われています。昨年は愛の里のスタッフが田植えした苗が美味しい白米になったとのこと。ぜひそんな白米と合わせて様々な小鉢いただいてみてほしいです。続いては人吉で体験してほしいアクティビティのご紹介。球磨川下り8000所を兼ねます複合施設、8000場人吉球磨川からバイカの私という船旅のご紹介です。こちら8000場の施設内にはこれまで通り球磨川下りやラフティングの受付がありまして、合わせて熊本初上陸となります九州パンケーキカフェ、熊本県南地域の物産品を扱う人×熊ストア、人吉市内を e バイクで巡る人吉発見サイクリングツアーの拠点機能も備えているようです。また2階に登りますと球磨川と人吉城址を望む開放的なテラスを備えたバーがありまして、このテラスからは川と城跡を一望できる景色が広がっています。今回あまり天気は良くなかったんですけれども、
天気がいい日にはその川の景色も抜群になるかなと思います。実はこの場所、令和2年7月の豪雨によって壊滅的な被害を受けた球磨川下り8000場の跡地でもあります。現在、球磨川下りは運行再開を目指していますけれども、河川氾濫などによります地形変化の影響で安全性の確保が難しい状況が続いています。そのため再開時期は未定。一方で、こちら8000場の開業以降、川下りの再開を期待する声が多く寄せられまして、8000場から人吉城址付近までを遊覧する今回ご紹介していますバイカの果たしの運行が行われています。船頭さんが球磨川下りと同じ和船を漕ぎ、球磨川と人吉城址を眺めながらゆったりと巡ることができるような遊覧体験。穏やかに船で渡ることもできますので、船酔いが心配な方にとっても安心できるようなそんなアクティビティになっていました。そんな球磨川は熊本県最大の川でありまして、最上川、富士川と並ぶ日本最大級流にもなっていますので、ぜひその体験を味わってみてほしいです。さて、ここからは人吉駅についてご紹介。熊本県人吉市の中心部に位置し、観光や生活の拠点となってきました。ただ、先ほどご紹介したように2020年の7月、豪雨によって人吉駅周辺は球磨川が氾濫、大きな被害を受けています。駅構内や線路が浸水し、人吉駅を通っていました肥薩線は八代駅から吉松駅までの区間長期運休となりました。この影響によって人吉駅も列車の発着がない状態が続いています。今回の旅でも冒頭に鹿児島空港から高速バスで人吉を訪問してますけれども、そんな交通網の影響もありそうです。一方で人吉の駅舎自体は保存され、観光拠点として活用されています。駅構内には SL の展示もあったりとか、人吉鉄道ミュージアムが設けられています。そんな人吉鉄道ミュージアムについてここからはご紹介していきます。人吉駅構内の一部を活用し、鉄道そのものだけではなくて、人吉という街と鉄道がどのように結びついてきたかを紹介するような内容になっています。展示の中心となっているのは肥薩線の歴史。肥薩線は明治時代に開通した山岳路線で、日本三大車窓の一つとしても知られてきました。そして人吉鉄道ミュージアムの屋内展示の一つにミニ機関車があります。子供向けの体験展示として設置されているもので、実物の車両ではなく乗車体験や操作体験を想定した模型サイズの機関車となっています。そんなミニ機関車は土日祝日やイベント開催日には走行体験が行われることも。詳細は公式のインスタグラムにて公開されていますので、気になる方はぜひ確認してみてほしいです。人吉が交通の要衝として発展してきた背景などが写真やパネルで紹介されていますので、この機会に歴史を学んでいただければと思います。続いてご紹介しますのは蒲田醸造所。熊本県人吉市にあります老舗の醤油味噌蔵、人吉熊の城下町に根付き、地域の食文化を支えてきた存在として知られています。こちらは当日ドロップインでの無料見学が可能。お時間があればぜひ訪れてほしいです。蒲田醸造所の醤油や味噌作りは、球磨川水系の良質な水と盆地特有の寒暖差がある人吉球磨の気候を前提に、発酵熟成を自然環境に委ねることで時間をかけて旨味を引き出す製法が特徴です。また仕込みや熟成の工程では大量生産を目的とした近代的な方法ではなく、蔵元として受け継がれてきた製法を基本としています。そのため醤油は角の取れたまろやかな味わい、味噌は塩味が立ちすぎず料理に馴染みやすいような仕上がりになっています。そんな醤油や味噌作りの様子を見学しつつ、日常に寄り添うような調味料の知識が身につく貴重な空間です。そして見学の後には直売スペースにご案内。醤油、味噌、だしの関連商品などが並び、人吉熊の味を持ち帰られる場所として立ち寄りやすいようなスポットです。ご覧のようにテイスティングもできますので、実際の味わいを感じつつ購入することができます。
この日もせっかくなのでインスタントのお味噌汁と豆味噌を購入。人吉のイメージがある木地馬のパッケージでお土産にもぴったりでした。さて、そんな見学の後には小腹を満たすためにこちらを訪問。人吉の人々に愛されてきた老舗の中華料理店昇龍軒です。実はこちらの店も災害の影響で今の場所へ移転。提供メニューも絞り、長方形で一口サイズの餃子をメインに提供しています。ソウルフードとして今もなお楽しめるような提供スタイルの餃子。1人前は一口サイズでここなので、がっつり食べたい方は2人前以上で注文しても良さそうです。意外とおすすめなのがこちらのおにぎり。漬物を添えていただきつつ、ふっくらとしたお米の味は餃子ともバッチリ合いました。そしてメインの餃子。皮はパリッとしていて、具材としては野菜が多め。重ためではないのでヘルシーにいただきたい方など、むしろ女性にこそおすすめしたいような餃子でした。提供数には限りがあるようで、売れ行きがいい日は早めに閉店してしまうこともあるようなので、お早めの訪問をお勧めします。さて、腹ごしらえの後は先月酒造をご訪問。先月酒造は人吉球磨地域に蔵を構える焼酎蔵。この地域は1995年に球磨焼酎として国税庁の地理的表示 GI の認定を受けています。そんなブランドとしての地位も高い先月酒造は酒蔵の見学も可能な注目スポットです。なお、訪問時はガイドさんなどはなく、ご自身のペースで回るスタイル。展示の途中では災害から立ち直る先月酒造の様子も写真で展示されていまして、その力強さとブランドへの思いも十分に感じることができました。さて、球磨焼酎の製造現場を実際に見学した後には、先月酒造の焼酎を試飲できるスペースが設けられています。定番の銘柄含め飲み比べは全7種類から。今回は定番銘柄であります先月、土性を生かした川辺、飲みやすい峰のつゆを飲み比べしています。焼酎の魅力を再発見でき、この日を境に焼酎の注文が増えるきっかけにもなりました。さて、最後は熊本、人吉、球磨でおすすめしたい2つのカフェをご紹介。まずは青。2021年10月に誕生しました人吉市街地にありますカフェとスイーツを軸にした小さなお店です。店内は無機質なコンクリート調の内装をベースに、一枚板のテーブルや観葉植物など自然らしさを感じるような雰囲気になっています。一般的なカフェラテに加えて炭を使った炭ラテなど、味や素材の違いが分かりやすいドリンクを用意している、そんな店舗です。店内がとてもおしゃれな空間になっていますので、写真映えするような写真もたくさん収められそうです。もちろんコーヒー系のドリンク以外も充実。特にフラッペ系のメニューが用意されていまして、コーヒーが苦手な方でも楽しめるようなラインナップになっていました。加えてスイーツは生ドーナツが主力メニュー。もともと期間限定予定だったようなんですけども、人気に後押しされ、今となっては欠かせないスイーツとして提供されているそうです。ラインナップはプレーン、エスプレッソクリーム、和栗クリーム、紫芋、イチジク、アールグレーなど豊富に展開。今回は秋の訪問だったので、秋味のフレーバーが多かったんですけども、味わいも季節によって変わりそうでした。他にはパフェの提供もありまして、パフェを目当てに訪れる人もいるとのこと。メニュー表にはソールドアウトの表記もありましたので、数量限定なのかもしれません。そんなお店でこの日はカフェラテ、炭ラテを注文。加えてドーナツもいただいています。ラテ系に関しましては、いずれもラテアートが本格的。見た目にも嬉しいような、そんな印象になっていました。加えて生ドーナツ。生ドーナツということもありまして、ふわっと柔らかい食感が印象的。表面にブラウンシュガーがあり、食感のアクセントにもなっていました。そんなドリンクやスイーツを楽しみつつ、PC などで作業する方など、様々な楽しみ方でこのお店を利用されている方がいる印象でした。そして最後にご紹介しますのはフィリング。かつて人吉で親しまれてきた老舗和菓子店。秋山製菓舗のたい焼きとコーヒーを一緒に楽しめるカフェ。店内に入りますと、天井が高く、配管や梁を隠さないインダストリアルな構造です。そんな構造になっていますので、空間全体は静かで落ち着いた印象。
通りに面した席ではスクエア窓から見える景色が印象的で、店内にいながら街と緩やかにつながる感覚を味わえます。天井から吊るされたガラスシェードのペンダントライトと空間奥の多灯タイプの照明も印象的。どれも光量は抑えめで、テーブルの上を優しく照らす設計になっていまして、心映えもします。さて、看板メニューは秋山製菓の自家製あんたっぷりたい焼き、粒あんもしくは黒ごまあんの2種類をその場で焼き上げて提供しているとのことです。また、たい焼きだけではなくてカフェらしい軽食やランチメニューもご提供。キッシュサラダプレートやスパイシーチキン、ジャパニーズキーマ、グリーンカレーなど豊富なラインナップのカレーも魅力なので、ランチタイムにはそちらも頼んでみてほしいです。また、デザートとしてもスコーンやアフォガード、絞りたての新鮮な生乳を 100% 使用したジェラートなど魅力あふれるラインナップ。バナナケーキにキャロットケーキ、パウンドケーキなどケーキ類も充実しています。そしてコーヒーはニュージーランド生まれのロースター、オールプレスエスプレッソの豆を使用。過去に清澄白河のロースターの方もご紹介してるんですけども、そんな味わいを思い出せるような本格的なコーヒーをいただくことができます。アメリカーノやカフェラテなどエスプレッソを使ったメニューが中心なんですけれども、コーヒー以外でも今回いただいたような抹茶ラテやチャイラテ、紅茶も用意されています。加えてビールの提供もありました。さて、そんなフィリングさんで今回はチャイティーラテと抹茶ラテ、加えて自家製あんたっぷりたい焼きをいただいています。たい焼きは頭から尻尾までぎっしりと詰まったタイプ。外はサクッと、中はふんわりの焼き上がりが人気です。提供時に添えられますホイップクリームを組み合わせつつ、その味わいの変化も楽しんでみてほしいです。また、テイクアウトする際にはオールエスプレッソさんのテイクアウトカップでいただくことができますので、少し多めにいただいてテイクアウトしつつ街歩きをするのもいいかもしれません。なお、ミルクに関しましてはソイミルクやオーツミルクへの変更も可能。牛乳が苦手な方にとっても嬉しい選択肢になっています。ぜひこの落ち着いた空間で本格的なコーヒーと名物のたい焼きいただいてみてほしいです。さて、ここからはアフタートーク。あなたの行ってよかった日本の隠れ観光スポットを教えてくださいというテーマです。今回、熊本の人吉球磨を訪問してるんですけども、熊本というと阿蘇をイメージされる方が多いかなと思っています。一方で、今回訪問したように人吉という土地には様々な魅力が詰まっていまして、数年前の水害があった時から復興していく様子もとても勇気づけられるような、そんなスポットになっていました。特に熊焼酎が個人的には印象的で、この人吉球磨の訪問後からは好んで焼酎を飲むようになりました。私自身も海外旅行と言ってるんですけども、やはり日本国内の旅行自体もとても楽しいです。決して全ての世界を見れてるわけではないんですけども、日本国内はそれぞれ地域ごとでまた違った文化もあったりとか、その名産品も様々です。だからこそいろんな楽しみ方ができますし、新しい発見、そして生活習慣が変わったり価値観が変わったりといった魅力もたくさんあるのかなと思っています。まだまだ私の方では知らない魅力もたくさんありますので、ぜひ皆さんの経験の中であまり有名ではないけども行ってよかった観光スポットなどあれば教えてほしいです。ぜひコメント欄の方で簡単にでもいいので、地名だけでもいいので記載お願いします。この動画がいいと思いましたらチャンネル登録といいねよろしくお願いします。また、インスタグラムでは最新の情報をいち早くお届けしていますので、ぜひフォローしていただけるとありがたいです。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。